今回は雨宮啓太さん関連のゲーム紹介となります。雨宮啓太さんといえば、近年のガロがパチンコになり、皆さんご存知の人になったのかなと思います。特撮やゲームの知識ゼロのうちの父親がガロをラインのアイコンと壁紙にしてるのは驚いたのだ。雨宮啓太さんは1985年ジャスピオンでキャラデザをして、その後未来忍者で監督としてデビューして以来、数々の映画、テレビ特撮、アニメ、ゲームなどで独特のセンスの原作や美術設計、シナリオ、キャラやモンスターデザイン、監督にと多岐に活躍されています。なのでゲームだけに絞ってもたくさんの作品に関わっていらっしゃるので、今回は雨宮啓太さんの映画などの作品がゲーム化されたものと、世界観、デザインなどを手掛けた雨宮啓太さん色の強い作品をご紹介していきます。最初はアーケード基盤の未来忍者ですが、理由は後ほど語りますが、映像はスイッチ版のアーケード移植のものです。さて、話は基盤です。20年以上ぶりにアーケード基盤を引っ張り出して起動テストしてみましたところ、ちょっとびっくりでしたが、何の問題なく無事に起動しました。ちなみにコントロールボックスは数十年前に買ったベガ 9000DX なのだ。コントロールボックスも基盤そのものも精密機械が20年以上手入れなし放置でまだちゃんと問題なく起動するのはなんとも素晴らしいことです。で、無事起動したのですが、まずは21ピンをアナログでスカートに変換して出力したら音は鳴るのですが、画面ぶっ壊れでいろいろ試しましたが何ともでした。で、そちらは諦めて S 端子にて出力したら問題なくモニターに映りましたが、なぜかキャプチャーができませんでした。モニターに来るのにキャプボは認識できない。試しにと CP2 のスト03がマザボに刺さって置いてあったので、そっちの起動テストもしつつキャプボにつなげてみましたが映りますね。ではなんで未来忍者は来ないのか、両方来ないならわかるんですが、モニターはいけるけどキャプボには来ないという特殊なフレームレートですかね。ちょっとわかりませんでした。03は来てるのに変なのだ。もしかしたら単純にアナログのキャプチャー環境が必要なのかみたいに四苦八苦して結局未来忍者はキャプチャできなかったのだ。実際アーケード版とスイッチ版と並べようと思ったのですができなかったのであれですが、なんかスイッチ版の方がちょっと早い気がします。気のせいかな。アーケードスティックでやってるプレイ感との感覚差かもしれないわね。さて、こちらの未来忍者映画がファンタスティック映画祭で公開された作品ですが、実はゲームが最初でゲームの映画化として作られたらしいですが、リリースが前後してしまい映画のゲーム化的な雰囲気になってしまいました。自分も映画でファンになってゲームを遊んで結局基盤も買ってしまった感じよね。映画のタイトルの方に外伝ってついてるのがゲームが先だったってことの証明らしいのだ。基盤の方はちょっとどこにも売ってないので今の値段は分かりませんでした。駿河屋さんの買取値は8万5000円ですね。で、基盤やっぱり極端に数が少なくてやばいですね。25年前の自分のメモによると当時2万5000円で買ったようです。この時でもゲーセン落ちの在庫としては高めの基盤だったと思います。当時は基盤安くならないと買わなかったので、そこらが底値だったのかもしれないわね。秋葉原に基盤専門店がいくつもありましたし、秋葉原じゃなくてもいくつかは普通に駅近くとかにあって、当時の仕事場の近くにも基盤屋さんがあったので、お昼食べた後とかによくなんかお買い得の入荷ないか覗いてました。お次はスーパーファミコンで発売された鋼です。ハドソンの横スクアクションゲームで、主人公はサイボーグ忍者鋼で、キャラデザや世界観は雨宮啓太感爆発の和風サイバーパンクとなるともう既視感しかないですね。というかさっき紹介した未来忍者の続編的に思えるのだ。未来忍者はナムコなのでメーカーが違う割には規格が近すぎるわよね。確かに雨宮啓太さんは未来忍者の続編を作りたがっていたので、それが頭にあったのかもしれません。ちなみにこの特徴的で魅力的な雨宮啓太さんの絵ですが、若い時から様々な方に直接影響を与えています。
影響というか師匠と弟子みたいな感じに思えますが、雨宮啓太さんの専門学校時代の後輩で、直接交流がある人たちに、寺田克也さんや竹谷隆之さん、他にも漫画家の桂正和さんなどがおり、ゼーラムくらいまでは、よくこのメンバーに仕事を手伝わせていたようです。桂正和さんがキャラデザしたイリアは、スーパーファミコンのゲームがめちゃくちゃプレミアついちゃってるわよね。ハイパーエリアですね。今回探したんですがないんですよ。買ってなかったかな。ゼーラムは当時めちゃくちゃ好きだったのに。イリアのフィギュアや LD ならあったのだ。そうですね。なのになんでゲームがないのか。あれ、もしかして親戚の子供たちに奪われたシリーズの一本ですか？もしかして中身はまあ微妙なところがありましたが、遊んだ記憶はありますし、スーパーファミコンのゲームは7から8割は持ち出せてたんで気がつかなかったけど、もしかしてちょっと調べてみましたが、プレミアきつくて仮に裸ロムでも買い戻しはかなりの難易度なのだ。感は9大。この鋼はスーパーファミコンのアクションゲームとしては結構多彩なアクションがある上に、攻撃手段に使用回数があったりして敷居が高い作りになっており、レベルデザインのシビアさと相まって結構難易度高めなゲームになっています。ただ雨宮啓太さん独特の雰囲気にはこのやり込みが必要な難易度は合っているかもしれないのだ。鋼スーパーファミコン駿河屋中古価格47,800円です。で、こっちもハイパーエリアほどではないですがバカ高いわね。スーパーファミコン怖いです。どうなってるのだ。たまたまこいつがレアだったということだと思いますが、まあこんなの100本に1本くらいだと思うからそんなにないと思うけど。お次はプレイステーションのゲームゼイラムゾーンです。ゼーラムは今も昔も大好物ですね。とにかく映画が好きで、当時買ったビデオを何度も垂れ流しみたいにリピートしてたような。そういうところあったわよね。ゼーラム以外でもホラー映画だとゾンビとか死霊の腹渡とかエイリアン2とか、アニメだと戦1とかドリームハンターレムとか劇場版マクロスとか5スターストーリーズとかずっとリピートしてたわよね。他にもいろいろありましたが、とにかくその時その時でリピートしすぎて、セリフやシーンを頭で再生できるようになってて、某工場とかの超単純作業のバイト中とかで時間を計るのに、心の中で再現して、1時間経ったかな、90分経ったかな、とかやってましたね。相変わらずすごいんだかアホなんだかわからないのだ。というところでゲームの中身ですが、ストーリーのベースや導入は映画と同じで、バウンティーハンターのイリアが危険な生物兵器ゼーラムユニットの回収依頼を受けて持ち出した宇宙犯罪者を追ってきたという展開ですね。システムは 3D のベルトスクロールアクションに近いかと思います。ベルトスクロール風ではありますが、ちょっとライン移動が微妙です。特にライン移動先が見えなかったり、見えててもどこに移動するのか分かりにくかったりとか、あとアクションもいろいろあるっぽいですが、とにかくいろんなところで微妙に操作感が悪くて、まあそういうところもあって別段ヒットしなかった感があるゲームね。まあゼーラムのゲームって時点でゼーラムのファンしか買わないと思うので、もともとそのパイよりヒットさせるのは難しいと思うのだ。イリアの声優さんはアニメ版と同じで久川綾さんですね。ちなみに検索でイリアと入れるとメメントモリのイリアかフェイトのイリアがたくさん出てきて、ゼーラムのイリアは後ろの方に出てくるので時代を感じます。ゼーラムなんて30年以上前のコンテンツだし、後ろとはいえ出てくるだけでもすごいんじゃない？確かに逆にインターネットのアーカイブ性すごいですね。何にしても久しぶりにゼーラムに触れてまた映画が見たくなりました。感は9大。ゲームの方はもう一つ特徴があり、ボス戦になるとルールが変わって 2D 格闘風になります。道中はあまりアクションを気にしないで適当に操作していますが、さすがに格闘モードになると気にしないとうまく操作できないなぁと思いました。まあでも難易度的にはそんなにシビアには作っていなさそうなので、なんとなくでも結局遊べると思うのだ。ゼイラムゾーンプレイステーション
駿河屋中古価格3980円です。それほどプレミア化はしていませんが、安くもなく値段的にも好きな人しか買わないという絶妙感ですね。お次はセガサターンの作品人造人間破壊ダーラストジャッジメントです。破壊ダーのゲーム、機械ダーじゃないのか？はい、破壊ダーは機械ダーに登場したライバル的ポジションの敵で、機械ダーの作品中にも機械ダーに勝るとも劣らない人気のあった存在です。その破壊ダーをダークヒーロー的に使って雨宮啓太監督がスピンオフの映画を作りました。こちらはその映画のゲーム化という形ですが、ストーリーや設定は映画のその後となっており、シナリオも映画版の人が書いています。ゲーム内容はガンシューティングになっており、実際にバーチャガンに対応しています。うちはもうアナログ環境ないからバーチャガンでは遊べないからパッドでやってますが、ガンシューをパッドでやるのってきついのだ。確かにパッドだとリーサルエンフォーサーズとか全然遊べなかった記憶が。やはり今だとポリメガみたいな互換機やエミでもガンシューが遊べるように Bluetooth のガンコンを出して対応してほしいものですね。なんかポリメガでガンコンの発売予定あるらしいけど、問題が解決しないでずっと発売延期してるのよ。きっと思いついたけど、ハードやソフトによって判定がいろいろでやっぱ無理だってなってるんだと思うのだ。ゲーム自体は先ほども言ったようにガンシューですが、ストーリーがしっかりと入っており、途中街を 3D で移動したりアドベンチャーチックに進む部分もあります。まあ作りとしては雑だけど、こういうアドベンチャーなところまで入れてみようって意気込みは好きですね。難易度はぶっちゃけガンコン使わないとわからないですね。でもやっぱり破壊ダーはかっこよいわよね。機械ダーでも破壊ダーが出てきてからは破壊ダーの方がファンになってましたよ。機械ダー01になっても最初からギル破壊ダーとして復活したり、ボス、シルバー、レッド、ブルーと増殖して破壊ダー4人衆になってたし、合体して合体ダーになったりと、もう作品全体で破壊ダー推しになっちゃうくらいの人気だったのだ。人造人間破壊ダーラストジャッジメントセガサターン駿河屋中古価格2650円です。 IP ものとしてファンが抑えておくような代物かもで、需要と供給のバランスは今後もこのまま平行線ではないかなと思うタイトルです。まあ今さら雨宮啓太さんや破壊ダー人気が急に高まってとかは残念ながらなさそうだものね。お次はゲームオリジナル IP がセガサターンから発売されています七つ風の島物語です。こちらはとても不思議なゲームです。ジャンル的にはアドベンチャーゲームでしょうか。メーカーページ的にはサイドビューのアドベンチャー RPG ということになっているのだ。開発はワンダープロジェクト J のギブロよ。あ、それを聞くとなるほどって感じがしました。プレイヤーは生まれたばかりの竜神となり、プレイヤーともどもここがどこか何をすればいいのかわからない状態で手探りでゲームを進めていきます。ヒントみたいのは少ないですが、基本的には一つ一つフラグを立てていく形で、移動範囲もできることも少しずつ増えていくので、目の前のことをこなしていけばあまり悩むことはないかなという感じです。移動も含め全体的にのんびりと静かに進んでいくので、今時のユーザーには結構厳しいかもしれないわね。というか当時でものんびりすぎて投げてしまった人も多かったかもしれないのだ。こういう静かな何もかもがわからない中冒険していくゲームってたまにやりたくなりませんか？風の旅人とかか。そうね。あとちょっとジャンルが違ってアクションではあるけど、リンボとかインサイドとかみたいなゲームとか。一体どんな世界で何をすればいいのだろうかと流されていきながら、いろいろな謎が明かされていく感じは同じですね。そういった雰囲気もある七つ風の島物語ですが、当時サターンのエニックス参入第一弾だったとのことで、皆さんサターンのドラクエとか期待してた中での作品だったらしく、売上的にもいまいちで、制作会社のギプロはこのタイトルを最後に倒産してしまったようです。ワンダープロジェクト J といい、独特のセンスを生み出せる会社だっただけに、
非常に残念な話なのだ。パブリッシャーが制作会社を使い潰すみたいのって本当に良くないと思うんですけどね。そんな暗い話は置いといて、感は9大。この七つ風の島物語というゲームは、デザインに雨宮啓太さんらしい、ちょっと怖い感じはありますが、絵本風でどこか温かみがあり、ゲーム進行も何かに困っているものや、何かを望んでいるものに何かをしてあげて、そのお礼をもらい、進んでいくという構成で全編が作られていて、とても穏やかで心優しいゲームだと思います。あまり売れなかったのがもったいない作品です。七つ風の島物語、セガサターン、駿河屋中古価格4490円です。人気と需要は少なさそうな作品ですが、数も少なかったのか、大手メーカーの作品にしては普通に値段がついているのだ。お次は任天堂64からの発売、デュアルヒーローズです。雨宮啓太さんがキャラデザ、世界設定、ストーリーなどを手掛けている 3D 対戦格闘です。登場キャラが全員戦隊もの風というのも、若い時に戦隊ものやメタルヒーローものをやっていた雨宮啓太さんらしいのだ。格闘ゲームとしては操作感がいまいち良くないです。全体的に重い感じもありますが、 3D 移動によって攻撃や防御先に相手がいないということが普通に起こるのが厳しいですね。あと C ボタン下が足攻撃とか、なんかこう細かいところで操作がしにくいのよね。雨宮ワールド全開の雰囲気はいいので、あとはアリカとかにプレステで作ってもらえばもっと楽しめるゲームになったろうにと思ってしまいました。雨宮啓太さんの絵が好きな人なので、とにかく全体的になんか惜しいって思う作品なのだ。通常の各キャラクターのストーリーモードの他にゲーマーモードというのがあり、こちらはゲーセンで他の人と主要キャラを選んで対戦するみたいなモードで、ちょっとメタな別ストーリー版という感じです。その他ロボット育成モードというのがあり、ロボに行動を教え込み AI を育てて強いロボットにして戦わせるという遊びもできます。といろんなチャレンジもしている作品ですが、全体的に作りが荒い感じが残念ですね。あとあまり任天堂エクスクルーシブタイトルっぽくない気がするのよね。当時バンダイからフィギュアなども出ていたり、カバヤから食玩も出ていると、任天堂というブランドと一緒にメディアミックスして売ってくぞとかもあったんでしょうね。デュアルヒーローズ任天堂64、駿河屋中古価格2680円です。おそらくハード的にもタイトル的にも本数出てなさそうですが、中古価格も安いとなると本当に人気や需要がないんだろうなと思います。お次が最後です。パチンコで爆発的に知名度が上がったプレイステーション2の黄金騎士ガロです。ああ、このオープニング、多分曲も映像も YouTube NG ですね。飛ばします。さてガロです。パチンコはやったことないのですが、ガロは大好物です。最近までガロのためだけにガロが見れる有料チャンネルに入ってましたね。ただ当時このゲーム買ってませんでした。率直に言うとなんかいまいちかなと。率直すぎるのだ。でもだいぶ経ってから中古も定価くらいで下がらないというのを見て、あれこれ買っておかないとあかんソフトかもと思って置いといた感じです。今回この動画用に改めて触っていますが、なんとも微妙な感は否めませんが、ひどいという出来ではないかと思いました。しかしコンテンツ的にはかなり優秀な IP だと思うので、本当はもう少しお金をかけてちゃんとしたゲームにするべきだったんじゃないかなともったいなく思います。てかシステムを把握してないせいじゃないかと思うのだ。確かにホラーと戦う時に黄金騎士に変身できなくて死にましたね。システムを理解してなくていまいちとか言っちゃダメよ。確かにすみません。とはいえ黄金騎士に変身すれば爽快で面白いかというと、変身してもプレイ感はあまり変わらないので。それは確かになのだ。それと見てて
かっちょええとうならせるカメラやアクション演出が、ゲームには微妙に活かされてないのがなんかもったいない。まあ甲賀や黄金騎士を操作してるだけで心の中で歌を歌い出しちゃったりして楽しいわね。それは、はいそうですね。ファンコンテンツって感じでは抑えてありますね。ここまで雨宮啓太さんのゲームをまとめててなんだけど、もちろんこれが全部じゃなくて他にもあるんだけど、絵や設定やノリはすごいグッとくるのにゲームは微妙ってのが多い気がして、一回私に作らせてくれないかなと妄想することがある一本ですね。もちろん予算もちゃんともらえないと作れないけど。黄金騎士ガロプレイステーション2駿河屋中古価格限定版11,500円、通常版9,500円。それぞれ今はちょいプレミアになってしまってるようなのだ。通常版と限定版は、ザルバのリングがついてるかだけなので、中古価格を見ると、ザルバリングが2,000円ってことですかね。というところで今回は雨宮啓太さんのゲームに絞ったタイトルご紹介でした。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。大した関係だな。まさかこれほどの数が来るとはな。